参政党代表で参議院議員を務めています神谷宗平です。よろしくお願いします。今月宮城県の知事選挙ありますね。そこに我が党から候補者を出そうということを、もうこれは選挙中から私はある程度肌に決めてましたね。なんでそんなことを我々がやらないといけないか。それは公共インフラの民営化が進んでいっているからです。宮城県だけではありません。いろんなところで郵政も民営化されましたね。これも一つの公共インフラですよ、ね、で宮城県は水道が、ね、民営化されている。運営が外国資本に任されている。そういったことを私が選挙中に問題視したらですね、間違えているというふうに言われたわけですね。単語の使い方は私は売ったと言ったので、そこは訂正しましたが、言いたかったことは社会インフラを外資に売ってはいけない、渡してはいけないということが言いたかっただけなんです。それをね、議論しろと言うんですから、それは選挙でやるのが一番いいじゃないですかね。宮城県の県民にまず聞いていただく、そして日本国民に聞いてもらう、それを選挙を通じてやっていく、これが私がやろうと思っていたことです。ですからその間ね、何度も対談しろとかですね、いろいろ言われましたが、そんなところで対談したらもったいない。ちゃんと選挙で議論をしてもらうということで、候補者の擁立をね、準備していたんですけども、なかなか知事選挙にね、いきなり出てくれる人はいませんから、難航していたところにですね、和田政宗さんという元自民党でね、長く参議院やられていた方、もともとはみんなの党ですけどね、その方が自分も出たいんだということで相談に来られました。でも我々参政党とはちょっと政策違うんじゃないかと思うわけですよ。我々参政党は反グローバリズムを掲げている政党ですね。自民党はどちらかというとグローバリズムを進めている政党ですね。そこにいた人が急に参政党で一緒にやれるかどうか、それは分からないので、討論会も開かせていただいて、そこに和田さん本人に来ていただきました。できるだけオープンに政策議論をして、党員の皆さんの声を聞いて、国民の皆さんの声を聞いて物事を決めていくということをやっていきたいので、皆さんどうですか。見ていただけましたか。和田さんも今回は無所属で出ると約束してくれました。そして我が党が訴えている、水道の民営化から土葬反対、メガソーラーや風力の反対、そして外国人労働者の過度な受け入れ反対、これには全部約束するよというふうに言ってくれたので、今回我々は候補者を出さずにですね、和田さんを応援したい人は応援してくれというふうな自由投票の形を取りました。ありがとうございます。この調整をするのにですね、半月ぐらいかかったわけですね。そして残りのこの半月ぐらいで最後ね、今日発表した PT のね、打ち合わせをしたり、もしね、総裁選の後すぐに解散となったらですね、我々は過去に選挙に出てもらった方、それから市議会議員等の現職の方、そういった方もかき集めて速攻で100人体制で選挙ができます。そういった準備をやるのが私は参政党の代表兼事務局長としての仕事だと思ってるんですね。世間からは神谷が独裁だと言われます。神谷一強だと言われます。それはしょうがないですよ。私一人しかいなかったんだから、それは一強ですよ。4人になったけれどもね、私が一番年長でした。しかし今回皆さんのおかげで14名追加してもらったわけですね。そして松田さんも通ったし、安藤さんも入ってきてもらったし、たくさんの先輩方も入ってきてくれ、そして経験値のある梅村さんね、さらに政策が作れる、これも経験値のある豊田さん、そういった方も入ってきていいチームになってきたと思いませんか。私はね、5年後10年後皆さんに言ってもらいたい。参政党、昔は神谷っていう国会議員がいてね、独裁って言われてたけどね、あいつはどんどんいい人集めてきて、どんどん口説いてきていいチーム作ったよねとね、いつの間にかどっかいなくなっちゃったけど昔はあいつ独裁だって言われてたんだよと言われるような、そんな参政党にしますね。そして外国人政策なんかもきちっとやって、こうやって騒いでいるアンチの皆さんにもですね、
参政党があってよかったなと、外国人の人権が守られたぞと言われる政策を進めます。ねえ、我々ね、外国人差別しませんから、皆さん、間違えてますよ。皆さんが参政党の差別をしています。ねえ、皆さん差別主義者ですか？皆さんはレイシストなんですか？違うだろう！違うならやめてください。ねえ、ねえ、みんなに迷惑かけてますから、皆さんの知る権利を侵してますよ。我々の政治活動の自由を侵してますよ。我々が皆さんが支持するような左派の政党に同じことやったら、皆さん人権侵害だ、騒ぐんじゃないんですか？ねえ、こんなのはね、もうドラマだと思ってください。ねえ、正しくコツ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 やっていて、結果を積み上げていけば、こうやったね、妨害なんかも笑い物になりますよ、いつか。ねえ、そんなことあったよねってなります。そのために、我々は着実に仲間を集め、日々コツコツと勉強を重ね、政策を作り、法案を通し、自民党や公明党の政策を変え、政権を変え、日本をより良い形に作り変える。それをやるために参政党があります。ぜひですね、こういったね、何を騒いでんだろうなというふうに見てらっしゃる方々、通りすがりの皆さん、今回ね、参政党がなんか叩かれたぞと、ね、品川でわちゃわちゃやってたぞと思う方は、ぜひ今日をきっかけにですね、参政党をしてください。日本一妨害を受ける参政党です。ねえ、なかなかこんな妨害を受ける党はないんじゃないですか。ねえ、我々は日本だけじゃなくて海外にも日本人の声を届けられる政党になりたいと思います。日本人は和を尊び平和を愛する民族ですよね。だから我々は戦争反対ですね。そして一部の人間だけが金儲けができるようなグローバリズムの経済にも反対です。それぞれの国がそれぞれの主権をしっかりと保ち、その国の言語や文化や風習、歴史、そういったものに誇りを持って、アメリカも日本も中国やロシア、ね、韓国や北朝鮮、ね、その他たくさんの国々がそれぞれにしっかりと自分たちの国を運営できる。その上で国際協調が進んでいく。そういう世界を日本は目指すし、参政党はね、お金の力やメディアに負けるんではなくて、日本人の誇りを持ってしっかりと日本の主張を伝えていくと、そういったメッセージを送りたいと思います。最近ね、日本のメディアより海外のメディアの方が参政党のことをちゃんと書いてくれますから、皆さんのようにこうやって街頭に来て一時情報を取ってくださる方々は参政党が言いたいことを分かってくださると思いますけれどもね、なかなか情報をねじ曲げられますから。けどこれは参政党だけじゃないんです。世界中で起きている現象です。妨害されるんですね、邪魔されるんです。時には命も狙われるんです。けれどもそんなことがあってもやめるわけにはいかないんだ。だって変えないとね、今の日本の状況、子供たちがたくさん生まれる状況を作らないと、そして生まれてきた子供たちがね、勇気とか愛情をしっかりと持ってですね、日本を良くしたい、世界の平和を守りたい、そういう次の方針を我々が命を懸けても作っていかないといけないんじゃないんですか。我々はそれがやりたいだけですね。外国人を差別する気なんてさらさらないし、左派の人とだってちゃんと議論をしたい。本当はこんな妨害行為をするから話がややこしくなってね、険悪なムードになるわけですよね。でもおかしいですよ。こういうことをね、見逃している他の政党ってまともな国政政党なんですか。止めないといけないんじゃないですか。それをね、見て見ぬふりをしている政党は本当にね、自由民主主義を守ろうとしてるんですか。
もうこれ半分暴力じゃないですか。ねえ、こんなの認めてたらどんどんエキサイトしてきますよ。さらに SNS とかもひどくないですか。ねえ、なんでステルスマーケティングが許されるんですか。ダメでしょ、ステマやったら。ねえ、もし参政党がやってたらすぐにロシアがやってるって言い出しますよ。選挙の最中にそうやって参政党の政治活動を妨害した政治家は全員謝れ。謝りたくないなら証拠を持ってきてください。参政党の中にロシアがいる証拠はどこにあるんですか。ないっつってんだろ。ねえ、参政党の中に宗教がいるって言ってる人たちもいますよ。早く証拠持ってこいよ。参政党が資金援助をどっかから受けてると言いますよ。ないっつってるでしょ、俺も。ねえ、ずっと言って出てこないじゃないですか。ないんですよ。我々の裏には何にもないですよ。いるのは日の丸を持った日本国民だけだ。今まで政治に無関心だった国民がもうさすがに許せないと思って立ち上がってるんですよ。国民運動なんです、我々の支持は。それをね、やれ極右だ、やれ差別だ、やれロシアがいるだ、そんなことでねじ伏せられると思うなよ。妨害すればするほど、叩けば叩くほど国民は本気になるんですよ、皆さん。そういう意味ではね、アンチの皆さん応援団になってますよ。皆さんが叩いてくれるおかげで参政党は全然名前が埋もれないから支持率が高いね。そういう意味ではありがとう。でもダメです、こういうことやっちゃね。ちゃんと政策で議論すればいいじゃないですか。皆さんが参政党の政策がおかしいと思うんだったら、自分たちがこうあるべきだという政策を街頭で訴えればいいですよ。そうでしょ。いくら自分たちがやっても人が集まらないからといって人が集まってる参政党のところに来るなね。どんだけ好きなんですか、参政党が。神谷宗平の追っかけもやめてください。全国の警察の皆さんにご迷惑です。でも皆さん、これ漫画みたいですけどリアルに起きてることです。反グローバリズムを掲げて国の主権を守り、ね、お金や、ね、情報のコントロール、インターネットの情報操作、そういったもので政治をねじ曲げてはいけないと、国民の声をしっかり聞いて国民の暮らしを守る日本人ファーストの政治をやろうと当たり前のことを言うだけで、これだけの人たちが組織的に妨害をし、一部のメディアがで叩いてきて、ね、ものすごい圧力を受けるわけですよ。これが今の日本の政治の現状です。政治やメディアだけじゃなくて政治家までわけのわからんブログを引用して、ね、陰謀論をまき散らして謝りもしない。そして自分たちはステマを仕掛けるね。やってることむちゃくちゃですよ。こういう世の中の矛盾を参政党が一生懸命ブレずに活動することによって皆さんにお見せしていきます。ですからこの現状をしっかりと見て、ね、日本の未来をどうすべきなのか。本当に豊田さんも言ってくれたけど、この30年の自公政権の政治が正しかったのかどうか、それを皆さん参政党を通して確認していただき、自分たちの頭で考えてくださいね。参政党を応援するだけじゃダメです。我々も時に間違う時あるから。我々が求めているのは日本人が日本人であることに目覚めて、このままで日本は本当にいいのかということを考えて周りと話をし、皆さん一人一人が日本人として日本の未来を考える、こういう日本を取り戻したいんですね。外国に依存しないね、メディアに騙されない、権威にもこびない、自分の意見が自分の意見としてはっきりと言える、妨害があってもちゃんと立ち向かえる、そういう政治運動を皆さんと一緒に私たちはやりたい。だからぜひそういう思いの方は参政党と一緒にこの世直しの国民運動続けていっていただきたいと思います。それを改めてお願いいたしまして、今日の私の演説で締めくくらせていただきます。
ありがとうございました。最後、賛成党コールで締めたいと思います。1、2、賛成党。ありがとうございました。激しい妨害に対し神谷代表は、これは国民の知る権利や政治活動の自由を侵す半分の暴力だと批判しました。しかし妨害にこごめせず着実に政策を積み重ね、いずれ笑い話にすると決意しています。この理不尽な圧力は参政党の主張が真実である証拠かもしれません。自由民主主義を守るため、この国民運動のドラマに参加しませんか？皆さんの意見をぜひコメント欄に残してください。また拡散の助けになりますのでグッドボタンもよろしくお願いします。